皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。今回は割れたガラスの描き方2選ということで詳しく解説します。まずは中級編。これは初心者の方にも参考になると思います。これをこう変化させたり、こんな使い方もできる素材として描いてみましょう。それから上級編。リアルな割れたガラスを描いていきます。どのような手順で描くのか、ポイントは何か、具体的に解説します。このチャンネルではこういった内容の動画を配信しています。見たい、役に立ちそうと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではスタート。今回私が使ったお絵描きアプリは Adobe Fresco。他のお絵描きアプリでも同じような機能はあると思うので応用してみてくださいね。では中級編からいきましょう。ブラシを選びます。ピクセルブラシの汎用からハード円を選びます。色は何でもいいので、とりあえずグレーにします。ブラシのサイズはこのくらい。五角形や四角形、三角形などの多角形を適当に描いていきます。配置や大きさなどは適当でいいです。ポイントは中をしっかりと塗りつぶすこと。それからそれぞれが同じような形や大きさにならないようになるべくバラバラに描くことです。長いものや小さいものも描いていきます。はい、こんな感じでしょうか。配置について少しコツがあります。片側に寄せて描くこと。それから用紙の真ん中あたりには大きな形を描かないことです。大きなものは少し端の方に描きましょう。では形を整えていきます。消しゴムのハード円を選びます。ラフに描いた形の周囲を削り取るように形を整えていきます。こうすることで鋭いエッジができます。綺麗な直線でなくともいいですよ。曲がったりしてもいいです。ガラスの板が割れると大抵は鋭いエッジができますが、線としては意外と歪んだり湾曲したりしています。四角形だったものを削って五角形や六角形にしてもいいですね。はい、できました。これを形の基本レイヤーと呼ぶことにします。次に背景を作ります。新しいレイヤーを作って塗りつぶしツールで一気に塗りつぶしましょう。色は黒。画面をタップします。真っ黒な背景ができました。レイヤーの構成は今こうなっています。形の基本レイヤーと背景レイヤー。もともとあった白い背景。これはもう使いません。次に形の基本レイヤーのグレーの部分をすべて選択したいと思います。選択ツールから自動選択を選びます。形の基本レイヤーを選んで、グレーではない部分をどこかタップ。選択されました。今はグレー以外の部分が選択された状態です。選択範囲オプションから選択範囲を反転をタップすると選択範囲が反転されてグレーの部分が一気に選択されました。次に形の基本レイヤーを非表示にします。そして新しいレイヤーを作ります。このレイヤーの上にガラスを描いていきます。ピクセルブラシの汎用からソフト円不透明を選びます。サイズはこのくらい。色はこのくらいのグレーにします。ベタ塗りにならないように濃淡を作って描いていきます。次に色を白にしてもっと明るい部分を作ります。濃淡の明るい部分を強調するようにタッチをつけていきます。できました。選択を解除します。これをガラスレイヤー1と呼ぶことにします。ガラスレイヤー1を複製します。同じものを作るんですね。これをガラスレイヤー2と呼ぶことにします。
拡大縮小、回転ツールでガラスレイヤー2を少し移動します。ガラスの厚みを作った感じです。ガラスレイヤー2のレイヤープロパティを出して、描画モードを差の絶対値にします。どうでしょうか？ガラスの破片っぽくなりましたね。差の絶対値とは、簡単に言うと重なる部分の差が反転する効果のモードです。ガラスレイヤー2を下のレイヤー、つまりガラスレイヤー1と結合します。そのレイヤーの透明度をロックします。こうすると透明な部分には何も描けなくなります。つまり色が塗られている部分だけに描くことができるようになります。ブラシはソフト円不透明、色は白。このようにして濃淡を強調していきます。ではこのレイヤーを再び複製します。複製したレイヤーを回転させて変形させます。こうしてなるべく形の種類にバリエーションを出しています。できたら複製したレイヤーの描画モードを覆い焼きリニアにします。覆い焼きとは下のレイヤーの重なった部分がより明るくなって現れるモードです。では最後に新しいレイヤーを作って細いペンなどで細かな破片を描いていきます。はい、できました。結構簡単な手順で描けたのではないかと思います。ではこれに少し変化を加えてみましょう。指先ツールの汎用からハード円不透明を選びます。サイズはこのくらい。強度は弱めにしておきます。強度とは変化させる強さですね。変化させたいレイヤーを選んで、こんな感じで放射線状に真ん中から飛び散る効果を出していきます。できました。勢いが出ましたね。ではこの絵を1枚の絵に統合して使える素材にしていきましょう。非表示にしていたり使っていないレイヤーを削除します。下のレイヤーと結合で順番にレイヤーを結合していきます。はい、1枚の絵になりました。ところで iPad の写真アプリにこんな画像を保存しています。これをフレスコに取り込みます。フレスコに戻って配置から写真を選択。読み込みたい画像を選択。そうすると iPad 内の画像がフレスコに読み込まれます。サイズを調整して完了。新しいレイヤーに画像が載りました。この画像を割れたガラスレイヤーの下に移動します。そして割れたガラスレイヤーの描画モードをスクリーンにします。どうでしょうか？ガラスを割っている感じが出ましたね。このように絵を白黒で作っておくことで様々なシーンを表現できるようになります。皆さんもぜひ試してみてくださいね。では上級編です。上級編といっても私から上級者の方にお伝えできることは何もないので私の絵の描き方を紹介します。まずは下書きです。鉛筆ブラシを使って大体の形をとっていきます。写真を模写する形で絵を描いていますが、ポイントはこのグリッドです。写真にも同じグリッドが配置してあって、形を正確に撮るガイドとして使っています。下書きが終わったら線画を描いていきます。下書きレイヤーの不透明度を下げて、別のレイヤーを用意して描いています。ブラシは鉛筆。この絵の用紙サイズは縦横ともに3000ピクセル。その解像度で鉛筆のサイズは8ポイントで描いています。鉛筆のブラシ設定はオリジナルから少し変えています。滑らかさを40にしています。滑らかさとは簡単に言うと手ブレ補正みたいなもので、もともとは50に設定されています。40に下げることでペンの反応を少し良くしています。また流量ももともとは80ですが100まで上げています。
背景を塗って色の下塗りをします。ブラシはマーカー。マーカーは流量を100に設定してあって、均一に不透明な色を塗れるようにしています。ポイントはレイヤーを分けてガラスの断面のみを描くこと。新しいレイヤー上にガラスの断面を一色で塗っていきます。色の下塗りといっても極端な話、色は何色でもいいんです。ガラスの断面に一色色を均等に塗っておくことが目的です。このレイヤーをガラスの断面レイヤーと呼ぶことにします。書き込みの時にガラスの断面レイヤーの透明度をロックしておけば、この範囲からはみ出すことなく書くことができる。この先、ガラスの断面にはかなり細かい書き込み作業が必要になります。この範囲からはみ出さないというだけで作業性は格段に上がります。今はそのための準備ですね。書き込みをしています。ブラシは鉛筆。どのように書き込みを進めていくのか、一度見ていただきます。まず、ガラスの断面の表情を書き込みます。ガラスの断面レイヤーの不透明度をロックしてあるので、この範囲からはみ出すことなく絵を描き進めることができます。下塗りで塗った色を中心に暗い色、明るい色を選んで表情を書き込んでいきます。断面を描き終わったら、選択ツールの投げ縄でガラスの形を選択。ガラスの断面レイヤーの下にレイヤーを作ってあり、そこに他の表情を描いています。このレイヤーをガラスの表情レイヤーと呼ぶことにします。ソフト、円、不透明のブラシで反射する光を書き込みます。同じガラスの表情レイヤーに影や細かいガラスの破片などを書き込みます。はい、ガラスの破片が一つ完成しました。このように一つずつ仕上げていきます。写真を見ながら模写をしているわけですが、ポイントはその写真にとらわれすぎないこと。色や形を写真と全く同じにする必要はありません。色はこの方が見栄えがいい、形はこの方がわかりやすい、など自分なりに変化を加えています。大切なのはよく観察してその特徴を捉えることです。先ほど中級編で割れたガラスを手軽に描きました。どのような手順で進めたら簡単な描き方が実現できるだろう。それを考えるには、まずガラスの破片の特徴を知っておく必要があります。どこが特徴で、それをどう描いたらガラスの破片に見えるのか。それにはまず実物や写真をじっくりと観察することが大切になります。観察して特徴を捉えて画面に描く。これは絵を描く上でとても大切な技術です。技術というのは道具の使い方や筆の動かし方のことだけではありません。物を見てその特徴を捉えて描くということが技術なのです。今描いているような模写の絵はその技術を駆使する手法です。もう一つ大切な技術があります。それは手順を考えることです。手順を考えるというのは習得できる技術なのです。手順も考えずに何の計画もなしに描くだけでは目的の絵は完成しません。どのように描き進めていけば目的の絵は完成するのか。絵を描く手順はその絵のスタイルや人によって千差万別なので一概には言えません。ただ目的通りに絵を描けるということは手順を考える技術を持っているということです。この上級編ではずっとこの割れたガラスを描き上げる手順をお見せしています。この技術を身につける方法は考えながら絵を描くこと。頭の中にある描きたい絵、目の前にある描きたいもの。これらはどういう順番で描いたらイメージ通りに描けるのだろうか。いつもそう考えながら描くようにしましょう。わからなければ他の人のやり方を真似してみましょう。私のやり方もぜひ参考にしてください。そうして手順を考える技術を身につけていきましょう。観察して特徴を捉える。絵を描く手順を考える。これらの技術を身につけると様々な絵に応用できるようになります。前半でお見せした中級編の絵もこれらの技術を応用して考えました。ということで絵ができました。今回は割れたガラスの描き方を2つ紹介しました。特に中級編はいろいろな場面で使える方法だと思います。皆さんのアイデアややり方を加えてどんどんアレンジしてみてください。今後も再現性の高い素材の描き方を紹介していきたいと思います。
これは使える、役に立つと思ったらチャンネル登録をして通知をオンにして次の動画をお待ちください。こんな素材の書き方が知りたいという方はコメントで教えてください。最後に今回の動画が良かった、役に立ったと思ったらぜひ高評価ボタンを押してくださいね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。